Travel the world together, babe. Travel the world together. Travel the world together, babe. Travel the world together. Up in the mountains. 皆さんこんにちは、ポンコです。今日はですね、こちらの防災リュックの中身を見直ししたのでご紹介をしていきます。ぜひ最後までご覧ください。それではスタート。まず今回の防災リュックの内容なんですけれども、二次避難用の防災リュックで成人女性1人分になります。発災後避難所で3日間生活をすることを想定して作りました。2年前に出した動画では一次避難用と二次避難用がごっちゃになっていたため、今回は完全に二次避難用としています。ちなみに一次避難用の防災リュックは以前動画を出しているのですが、今回の二次避難用のリュックは一次避難のための防災リュックとセットで使うため、合わせて見ていただくとイメージしやすいかなと思います。概要欄にもリンクを貼っていますので、ぜひご覧ください。まずバッグなんですけれども、2年前に出した動画ではノースフェイスのリュックで容量が20リットルでした。ですが見直しをした際にもう少し余裕が欲しいなと思い、ラドウェザーのリュックにしました。こちらは Amazon でいくらぐらいだったかな、2500円ぐらいで購入したと思います。容量が35リットルで、ここがねチェストベルト付きになってるので、背負った時に、体への負担が軽減されるかなと思います。しっかりクッションがついてるので背中が痛くならないです。あとちょっと話が前後してしまうんですけれども、以前夫婦2人暮らしの程よい防災備蓄という動画を出した中でも言ってるんですけれども、住んでいる場所の環境ですが、南海トラフ地震は来るんですけれども、津波や液状化、浸水、土砂崩れや周囲の建物倒壊の心配は今のところないかなと思うので、一応在宅避難を想定はしています。ただやっぱり起きてみないとわからないので、避難所へ行く用の防災リュックも念のため準備はしているという状況です。では早速中身のご紹介をしていきます。この防災リュックは一次避難用の防災リュックと合わせて使いますとお伝えしたんですけれども、この中に以前出した動画とは違うバッグに入れてるんですけど、内容は一緒です。一次避難用のバッグになります。このバッグを入れれるスペースを考えて二次避難用のリュックは作っています。どうしようかな、ざっと紹介しましょうかね。一次避難用のリュックをまずは、ホイッスルとライトです。こちらが反射板です。雨が降っても中身が濡れないようにポリ袋の中にグッズを入れています。まずお水が1本、ごちゃごちゃならないようにこの中にまとめてるんですけれども、羊羹と塩分チャージと、あとお塩ですと、サバイバルシートとマスク、カイロも入れています。こちらがアルコール面と保湿とか傷口にも使えるワセリン。皮膚トラブルが結構あるので軟膏と、あと絆創膏を痛み止めの方も入れています。トイレと水に流せるティッシュ、お尻拭き、簡易トイレを3回分、生理用ナプキン、ノンアルコールのウェットティッシュとビニール袋です。この簡易トイレの中には防臭袋の方も入れています。モバイルバッテリー2万アンペアですね。今私 iPhone13 Pro を使ってるんですけど、3回分ぐらいかな充電できます。ラジオ、電池を抜いて液漏れ防止をしています。一応ねイヤホンも入れています。これは100均で買ったトラベル用のイヤー腰枕。これはお尻に引こうかなと思ってます。目隠しポンチョとレインパンツ、トイレの時にも使えるし、雨が降った時のポンチョとしても使えるし、1日分と考えたらこのポンチョでいいかなと思ってます。冬なので寒さ対策のネックウォーマー、軍手とお金、この中に、個人情報の連絡先も入っています。
一時避難用のリュックの中身はざっとこんな感じです。では二次避難用のリュックの中身をご紹介していきます。まず外ポケットですね。懐中電灯とヘッドライトを入れています。こちらがヘッドライト、懐中電灯ですね。電池はこちらに分けています。災害で停電が発生するとやっぱり真っ暗になってしまうので、懐中電灯を持つことで明かりが確保されて周囲の安全確認も行うことができたり、また救助を求める際にも役立ちます。明かりがあると心理的に安心感も得れるってことなので、明かりは重要ですね。懐中電灯もいいんですけど、ヘッドライトは必ず入れておいた方がいいかなと思います。ここの外ポケットはライトだけですね。でこちらのポケットにこの筆記用具ですね。この筆記用具は私は安全ですよとか、何か置き手紙をしたい時などに必要になってくるかなと思いますし、その日の記録を残したいとか、いろんな用途があります。こちらは布テープです。確かね、前は布テープを丸ごと入れてた気がするんですけど、かさばるし重たいし邪魔になるので、この布テープをくるくるくるっと巻いてぺしゃんこにしています。あとは、ハサミとか爪切りとかが入っています。とこれは鏡ですね。昼間ですと、助けを呼ぶ時とかに、反射させてここにいますよって居場所を伝えることもできるので、鏡も入れておいた方がいいかなと思って入れてます。これは圧縮の靴下ですね。これ以前 3COINS で購入したんですけど、もう今は売ってないのかな。やっぱり冬なのでね、もし靴下を履いてない状態で避難をすると足元が冷えちゃうので、靴下は入れておいた方がいいかなと思います。でもう一個ここにポケットがあるんですけど、室内用のスリッパ、そしてこの中にはマスクを入れています。ポケットは以上ですね。で、お水なんですけど、一応このリュックの中には3本入っています。あとはこの一時防災リュックの中にも1本入っています。500ml ペットボトルがトータル4本入ることになります。お水はね、もう少し入れたいなとは思ったんですけど、やっぱりどうしても重くなってしまうので4本が限界でした。このお水なんですが、このまま飲んじゃうと量も考えずにグビグビいってしまう可能性があるので、この蓋で飲むキャップ飲みが災害時には有効かなと思います。あとはこちらの食料ですね。以前の防災リュックには水を必要とするアルファ化米を入れていたんですけど、調理不要でそのまま食べれるものをと思いまして、中身をちょっと変えてます。バランスオンミニケーキです。これは1食分の栄養がぎゅっと詰まっています。タンパク質も取りたいので、ザバスのプロテインバー、これは1個プロテインが 15g 入っています。ちょっと甘いものばっかりなのでお米が欲しいっていうことがあるので、一応こちらですね、もち玄米満足バー焼きおにぎり風味のものを3つ入れています。これは結構べったりしていて、味や食感の好みが分かれるので、一度味見をしてから入れた方がいいかなと思います。私は好きな味と食感だったのでこれを入れています。あとはこちらの栄養缶ですね。この栄養缶は、一時防災リュックの中にも3つ入っているので計6個入ることになります。とこちら塩分チャージ、マルチビタミンとミネラルのサプリメントですね。避難生活を送るとビタミン不足になってしまうので、こういったサプリメントを入れておくのも大切かなと思います。あとは一応割り箸とフォーク、スプーンも入れています。こういった非常食なんですけど、以前は長期保存食を入れてたんですけど、防災リュックの見直しを年に2回はするので、賞味期限がだいたい半年から1年のものを入れるようにしました。そうするとね、食べ物の種類も増えるのでいいかなと思います。次がこちらの簡易トイレと尿取りパッド、そしてトイレットペーパーになります。
被災した方が空腹は我慢できるんですけどトイレは我慢ができないと。でさらに避難所のトイレは不足していたり衛生状態が悪くて使えないことが多いと聞きました。実際に私の家族も大きな地震にあって避難生活をしていたんですけれども、一番困ったのがトイレと言っていました。これらのことを考えて以前は小さめの携帯トイレを少ししか入れてなかったんですけど、今回は簡易トイレの方を10個入れています。このセットの中には凝固剤とトイレ用の黒のポリ袋、ボスの防臭袋も入れています。ただそんな中でも女性の場合は特にトイレってしにくいなと思うんですよね。やっぱり普段の生活でもトイレ結構並んでるじゃないですか。って考えた時に、この尿取りパッドがあった方が安心じゃないかなと思っているので、だいたい 300ml 吸ってくれるものが4つ入っています。そしてトイレットペーパーは中身の芯を抜いて紐を通して首からかけて使えるようにしています。これは以前の動画でのコメントで教えていただきました。これ紐してたら両手が空くしすごく便利だなと思って本当に教えてくださった方ありがとうございます。今回の防災リュックはトイレ系を強化しています。そして、女性は生理用ナプキンも必要になってきます。一応これは、紙パンツですね。薄手のナプキンを入れています。そして黒いものは、履くタイプのナプキンを1個入れてます。で次がこちらのエチケット用品になります。震災後水がとても貴重になるので歯磨きの時はメインはマウスウォッシュを使っていこうと思います。ただ念のため、歯ブラシと歯磨き粉、こちらはワセリンと一時防災リュックの中には痛み止めと絆創膏は入れてたんですけれども、こちらの方には整腸剤も入れています。普段と違う環境になるとお腹の調子が結構悪くなったりするので念のためですね入れています。あとは一応耳栓、髪の毛が邪魔になる時があるのでヘアゴム、アイマスク、体温が下がらないように貼るカイロ3つを入れています。あとはこちら体拭きとノンアルコールのウェットティッシュ、そしてアルコールタイプのウェットティッシュも入れています。次にこちらの簡易エアマットを入れています。やっぱり直接床で寝るのは体も痛くなるし冷たいししんどいですよね。本当はちゃんとした何でしょう、破れにくそうなエアマットが良かったんですけど、あれになっちゃうとやっぱりかさばるっていうのがあったので、今回はこちらにしています。こちらが圧縮タオルですね。水につけるとタオルになるというものなんですけど、私は雨に濡れた時とかちょっと拭きたいなっていう時に使おうかなと思っています。ちなみにサイズはおしぼりぐらいの大きさになります。濡れたところをちょっと拭いたらいいですね。で次が、こちらのラップになります。今回紙皿とかは入れてないんですけれども、使う場面があったらまた再利用できるようにラップを引いて使ったりとか、体の保温のために巻いたりとかすることもできる万能ラップです。と次にブランケットになります。今この動画を撮影しているのが冬なんですけれども、こういったアルミシートももちろん使えるんですけど、ただこれだけではやっぱり寒いので、ブランケットとアルミシートを一緒に使いたいなと思っています。次が、ボスのおむつが匂わない袋、防臭袋ですね。これと銀色の手提げ袋と、ポリ袋を3枚ずつ入れています。袋は何かと使えるのでとても便利だなと思い一応入れています。次にポリエチレンの手袋です。水がないので手を洗うことができなくなります。なので手が汚れそうな場面、トイレなどですね、その時に使っていきたいなと思っています。手袋を使うと洗う必要がなくなるので、防災リュックにこちら入れておくと便利です。あとは、こちらのアルミシートですね。この上に簡易エアマットを引いて過ごせたらなと思ってます。と最後にこちらの緊急用の給水バッグになります。
水の支援が来た時に使いたいなと思ってこちらも入れています。結構大きめのものだと持ち運びがちょっと大変になってくるので、私はこの3リットルタイプのものにしています。と忘れてたんですけど、もう1個こちらがレインポンチョです。もちろん雨が降った時にも使いますし、防寒対策やあと着替えの時、そしてトイレの時などにも使えるので、レインポンチョって結構万能アイテムになります。では、先ほどご紹介したグッズたちをバッグの中に入れていきます。入れ方もちょっとコツがあって、軽いものを下に入れて重いものを上に入れた方が背負った時に軽く感じるということなので、私はその入れ方をしています。あとはすぐに取り出せるものは、上に入れてた方がいいかなと思います。ではサランラップ、トイレットペーパー、おむつ、生理用品、ウェットティッシュ、あとはトイレ、簡易エアマット。エアマットちょっとね、見えにくいかもしれないんですけど、ごめんなさい。簡易マット、衛生用品、あと食料。あとここのね、背面のクッションになるようにこのシートも背面側に入れます。と入れ方を工夫するだけで背負った時の快適さが変わってきます。あとは圧縮タオル。これも忘れてました。これもこっち、ポケットですね。ブランケット、このブランケット。あとお水ですね。お水は横ポケット。はい、こっち。よいしょ。このお水はここです。てか、飛んでっちゃったんですけど、ここに入れておきます。OK、入りましたね。ここにマスクとスリッパですね。ここにこの寸胴部類ですね。よいしょ。入るかな。はい。最後にライトがここです。結構ね、キツキツにはなるんですけど。よし、なんかちょっと最初よりパツパツになっちゃったんですけど、なんとか入りました。防災リュックを準備するとあれもこれも入れたくなっちゃうので、毎回これでいいのかなと思うんですけど、まず防災リュックとは何かということを考えて見直しをしていこうと思います。ちなみにこの重さを測ったところだいたい 8kg でした。女性が持つ防災リュックの重さは 10kg 程度と言われているので、それ以内には収まってよかったかなと思います。それでは今回の動画は以上になります。最後まで見ていただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。